8キロから10キロ痩せた時によく食べていたものを紹介したいと思います。本当に大好きで毎日通って買っていた、デスクでは食べづらいようなものではなく、会社とかでも食べやすく、1、2個でかなりお菓子食べたい欲っていうのが落ち着きます。皆さんこんにちは。今日は8キロから10キロ痩せた時によく間食として食べていたものを紹介したいと思います。間食というとフルーツとかヨーグルト、あとはバナナとかが結構紹介されていると思うんですけど、今回はそういった少し間食としてデスクでは食べづらいようなものではなく、会社とかでも食べやすく、そして市販で買えちゃんと美味しいものだけを集めました。でこれを食べておけば一旦お菓子を食べたい欲っていうのが落ち着くようなものもあるので、ぜひ見ていただければと思います。ではスタート。ちなみに私が間食を選ぶときゆるく意識しているポイントが3つあるので、それだけ先にお伝えします。1つ目は間食は150キロカロリー、多くても200キロカロリーまでに抑えることです。2つ目になるべく食物繊維が入っているものを選ぶことです。食物繊維が入っていると満足感は得やすいのと、吸収がゆっくりになって空腹感っていうのが戻りにくいというメリットがあるからです。で3つ目に脂質をなるべく4から 6g ぐらいに抑えることです。ただチョコレートとかチップス系はどうしても脂質が一定数あるので、そういった時は量を調整して食べたりとか、夕食とかで脂質を減らすことを心がけています。では早速テンポよく商品をどんどん紹介していきたいと思います。まずチョコレート系から紹介したいと思うんですが、1つ目はトム&ルークのチョコレートスナックボールです。早速脂質がオーバーしていて恐縮なんですけど、こちらはデーツ、カカオ、アーモンドを主原料としているヘルシースナックで、3個で140キロカロリーです。精製砂糖、いわゆる白砂糖とか乳製品が不使用で、かつグルテンフリーでもあるので、健康とか美容意識の高い方からも注目されているそうです。チョコでもクッキーでもなく、ドーナツでもない不思議な食感で、デーツの自然な甘さがメインなので甘すぎることもなく、1、2個でかなりお菓子食べたい欲っていうのが落ち着きます。私はいつも成城石井かセブンイレブンで買っていて、味も何種類かあるんですが、私はオリジナルダークかダークストロベリーがお気に入りです。コンビニでは見かけたことがないんですけど、成城石井には大容量パックがあるので、そちらもよく購入していました。原材料を見ていただくとわかるんですけど、本当にシンプルなもので作られているので、市販でここまで完成しているお菓子はなかなか珍しいかなと思います。続いて2つ目です。こちらは有名なのでサクッといきたいと思うんですが、チョコレート効果 72% です。これは1枚28キロカロリーで、ポリフェノールが通常のミルクチョコと比較して圧倒的に多いです。ちなみにポリフェノールは体の錆びつきを防ぐ抗酸化作用を持つものになります。普通のミルクチョコって結構永遠に食べれると思うんですけど、高カカオチョコについては苦味のおかげなのか、ドーパミン的なもっと食べたいっていう欲が起きにくく、意外と途中で満足できます。ご飯前にも血糖値の上昇を抑えるべく食べたりします。はい、続いてはヘイグミです。これは韓国発祥のビタミン C と食物繊維を摂取できる、こちらのグミの凄さとして、ビタミン C がまず1日の推奨摂取量を満たす量が入っていて、かつ食物繊維が市販の野菜飲料の3倍配合されているらしいです。1日の栄養バランスを考えて配合された栄養グミで、一見まずそうに聞こえるかなと思うんですけど、ちゃんと味も美味しいです。グミの中にトロトロしたジェルが入っていて、もはや栄養を取りたくて食べているというよりは、普通にグミとして美味しすぎて食べています。でこのグミは食物繊維のおかげもあって、お腹に溜まりやすく満足感も得られるので、食べ過ぎ防止になってありがたいです。ただこのグミに限らずなんですけど、食物繊維でお腹が緩くなってしまう方っていうのは、最初は少量の方がいいかなと思います。続いては無印の蜂蜜練り梅です。1袋110キロカロリーで脂質が 0.2g です。梅系のものって定期的に食べたくなるんですけど、そんな梅界の中でもリピート率は上位かなと思います。これは酸っぱさと甘さのバランスが絶妙で、もっちりした食感がすごく癖になります。このために無印に行っているような気がします。で唯一の欠点は袋がジップになっていないので、本当に気づくと全部食べきってしまっているところです。値段の割に結構たくさん入っているので、お得感も味わえると思います。こちらの蜂蜜練り梅がちょっと甘すぎるなと感じる方は、酸っぱい練り梅という別の商品もあるので、そちらでもいいかもしれないです。はい、続いてはしょっぱい系です。これも私が大好きな北海道のおつまみ昆布です。
でこれ初めて食べた時に美味しすぎて本当に衝撃でした。このくらいの包装紙で包まれている小さい昆布に旨味が凝縮されていて、噛み応えも抜群なので、なんか口が寂しいみたいな時に本当にいいです。私はいつも北海道店とかで購入しているんですが、もう何度リピしたか分かりません。でこういったおつまみ昆布系もいろんな種類があると思うんですけど、私はこの中山食品工業さんが製造されているものが一番好きです。私が直近で購入した際の写真をこちらに出しておくんですが、黄色い方はとろろ巻き昆布っていう種類なんですが、こちらも本当に美味しいです。私はいつもこの2セットを一緒にまとめて購入しています。はい、続いてはレンコンチップ岩下の新生姜味です。チップス系が食べたくなった時によく食べています。チップス系ってカロリーが高いイメージがあると思うんですけど、これは1袋100キロカロリー未満なので、比較的罪悪感少なめで食べることができます。でまたこちらは糖質も 9g ほどで、食物繊維も 1.7g 入っているので、軽い食感ながら意外と満足感も得られると思います。他にも何種類かあるんですけど、私はこの生姜味が一番好きです。続いてはこちらのセブンのむぎゅっとおしらす水羊羹です。1袋5個入りで186キロカロリーなので、1つ37キロカロリーくらいです。で水羊羹なので普通の羊羹よりも滑らかで、片手で食べやすいところが好きです。で大前提、和菓子は脂質がほとんど基本入っていないので、脂質制限をされている方にもおすすめです。でもう一つ羊羹で好きなのがあるので、そちらも紹介します。それがとらやの羊羹です。こちらは1つ148キロカロリーで脂質が 0g です。もうこれは何かを頑張ったご褒美として買うことが多いです。でこちらも先ほど同様片手で食べることができるので、和菓子の中でもかなり食べやすい気がします。そしてやっぱり老舗ということもあって、とらやの羊羹は本当に美味しいです。こちらのとらやの羊羹はバラ売りもしているので、デパ地下に行くとつい引き寄せられてしまいます。セブンイレブンの羊羹と比べると1つあたりのサイズがかなり大きいので、満足感もあると思います。続いてはブルーノスナックのクリスピーブラウニーです。クッキー系が食べたくなった時はこちらです。白砂糖不使用で小麦の代わりにココナッツが使われているグルテンフリーの商品になります。ココナッツを使用していることもあって、ココナッツに含まれる油分によってカロリーとか脂質とかは高いので、食べる量は冒頭お伝えした通り量を調整していただきたいんですけど、ココナッツに含まれる中鎖脂肪酸っていうのは消化とか吸収が早くって比較的体脂肪になりにくいというメリットもあります。植物油を使ったお菓子よりもヘルシーかなと思っています。でまたこれはジップがついているので量の調整もしやすいと思います。で最後に紹介するのは飲むアサイーボールです。もうこれも大好きです。こちらは1本130キロカロリーで脂質は入っていないです。一時期近所のコンビニからなくなってほしくなくって、売れているぞっていうことをコンビニ側に知らせたくって毎日通って買っていたドリンクになります。果肉がゴロゴロ入っていて満足感もありながら、本当にアサイーボールをそのままギュッとドリンクにした感じで、あまりに味が美味しすぎます。そして1本にポリフェノールも 286mg、 食物繊維 2.4g 入っているのもありがたいです。飲んだことがない方は一度飲んでみてほしいです。はい、以上が私のデスクでよく食べている間食でした。皆さんのおすすめの間食もぜひ教えていただけたら嬉しいです。即食べます。ではバイバーイ。